皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がね、私の向かい飛車ということで、振り飛車の中でね、向かい飛車というのはちょっとね独特な戦型ではあったりするんですけれども、途中から四間飛車にね振り直しまして、相手の方の急戦を迎え撃つ将棋になりました。見ていただきたいところはね、中盤での飛車角のさばき方、王様の寄せ方ですね、注目して見ていただければなと思っております。ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速大盤の方で、振り返っていきたいと思います。本局私後手番ですので、将棋ウォーズの画面とは逆になりますね。いわゆるひふみ合いなんて言いますけれども、ちょっと逆の形で皆様にね解説できればと思います。2六歩、3四歩、2五歩と3三角、そして7六歩と。ここね、先手側のね2六歩2五歩はちょっと早い形の決め方で、角を3三角を強要してから7六歩という手順でした。ここはね、2二銀と上がって居飛車の将棋にねする手もあるところです。本局私は4四歩と突きましてね、6八玉に2二飛車と、これが本局ね私のやった向かい飛車という戦型ですね。向かい飛車という戦型は振り飛車はもちろん一種なんですけれども、少しね採用率が低いのには理由が実はありまして、早めにね先手の方が2六歩2五歩とついて3三角の形にならないと結構この向かい飛車っていうのはねやりにくいんですね。でこれはね詳しくは将棋最初の10手の向かい飛車というね動画を見ていただければね、その辺の仕組みがお分かりいただけると思うので、ぜひそちらの方も合わせて見ていただければなと思います。実際に2二飛車とねこれで向かい飛車が確定しました。先手は、3六歩、4二銀に、7八玉、6二玉、4六歩と、この3六と4六歩はちょっと早い印象ですね。この2手でね、例えば4八銀と上がって5八金と上がって、こういう方がね、手としては多いかなと思うんですけどね。3六と4六歩と2ついたので、かなりちょっと急戦模様に、なりそうだなと。金銀を動かすというよりも先に3七桂から4五歩とかねちょっと攻めの手を見せているので、私の方としてはね、これはちょっと急戦が来そうだなと、振り飛車側からすると急戦が来そうだなという合図のようなね手ですね。はい。で4六に対して7二玉と、玉を囲ってね堅い囲いにして、先手からの急戦に備えるという発想ですね。はい。で4八銀に8二玉と、4七銀、7二銀と。そうですね、これが、振り飛車のね、穴熊9二香と上がれば振り飛車穴熊なんですけれども、先手陣がね急戦模様なので比較的手数が短くねすぐできる美濃囲いを選択しました。この美濃囲いがね、振り飛車をやる上でね、一つ美濃囲いという囲いに組めるというのがね魅力の一つですかね。はい。やはり居飛車と対比した時に非常に居飛車が穴熊という形にならなければ非常に堅い囲いですね。で4七銀、7二銀に対して3七桂、そして5二金。そうですね、これ実戦編でも言ったんですけれども、2二飛車という形が比較的角交換に強い形なんですね。例えばこれで先手が4五歩同歩ね、ここに桂馬が飛んできてるので攻めれそうですね。3三角成と攻めてきた時に、これ一例なんですけど、例えば同桂と応じた時にね、この時に向かい飛車というのは角交換に強いんだよっていうのは分かりやすいかなと思います。これで飛車これ受けてるんですね。例えばこれ三間飛車だった場合、これで先手の番ですとね、もちろん後手にも5五角反撃あるんですけど、2四歩とねついて飛車先がね破られやすいのをお分かりいただけるかなと思うんですよね。2二飛車と回ってることで角交換されてもここのね飛車先は防いでるというのが向かい飛車側のねメリットというところですね。ですので飛車側もね簡単に4五歩とねついて角交換すれば破れるよっていうね形とちょっと違うということですね。実戦も、この形5二金に対して1六歩1四歩、そして5八金とねちょっと陣形整備を進めてね、速攻はなかなか難しいということですね。で後手5四歩、5六銀と腰掛けに対して5三銀と、非常にね美しい美濃囲いがね、できました。で先手の方はね銀を5六まで組み上げましたので、この時にね4五歩と攻めていよいよねここから中盤戦になります。本局ね、最初のオープニングでも言ったんですけど、ここからね、振り飛車側がどうやってさばいていくかっていうのがポイントになってくるわけですね。で今4五歩と開戦したところで、先ほど言ったように2二飛車というのは2筋のね角がいなくなった時の備えになってるよってお話しさせていただいたんですが、今回先手側も
銀桂金とね、先ほどに比べて攻めの攻撃の状況が整ってますので、振り飛車側としてもただ受けるというよりは、対局中も言ったんですけれども、反撃含みの指し方が必要なんですね。ですので2二飛車というのはここの受けにはとてもいいんですけれども、もう反撃含みの手ということで、ここで4二飛車とこちらに振り直しました。四間飛車にね。もちろんこちらに飛車を持ってくれば、何らかの時に角を交換する時に2四歩とねついてくる傷ができるんですけれども、その角交換のね条件を良くして反発してしまおうということですね。一例を挙げます。これね4四歩と取って同銀に、実際2四歩同歩となったんですけど、実際この形ですね。で実際これ2二歩と打ったんですが、4五歩と打ってじゃあ角交換迫ったらどうなんだと、さっき言ったように飛車がいなくなってる中狙われそうだと。でこの場合はですね、銀を下がって3三角成同桂2四飛車。さあもうほら見たことかとね、飛車がいなくなっちゃったから飛車がねさばかれちゃったじゃんね、飛車がいなくなったらさばかれちゃったと思われるかもしれませんが、ここまで組み上がってるんでね、ここで反撃します。4六角と、これが狙いの反撃でして、飛車桂両取りなんですね。で、飛車をもし2三か2一になるんですが、桂馬を取っておいて、で香車を取られてしまうんですが、5五歩という感じでですね、飛車を成らせてしまうんですけど、4五桂もありますね。どんどんね自分の方もさばいてしまうということですね。ですので相手に出させた裏側から駒を打って反撃して、さばきに乗ってないと手に乗ってさばくというのが、振り飛車の、一つのこれね、理想形の形なわけですね。もちろん、居飛車側もこれで飛車が成れますから、こちらで戦う順も有力だったとは思います。ただですね、さばき合った時にこの美濃囲い対この船囲いというのは思った以上に硬さに差がありましてね、これがもし同条件であればですよ、先に飛車が成れれば居飛車もそうと戦えるんですけれども、やはり玉の硬さの違いがありますので、飛車を成らせるだけだったら振り飛車側としてはね、特に不満がない、自分の方がさばければという条件ですけど、もちろんこれ自分の飛車もさばけない、で飛車が成られてしまうという展開だけは避けないといけません。ですので先ほどに馬を作って自分の方のもさばけるって展開であれば、船囲い対美濃囲いというね硬さの差を生かしてさばきが成功するということが非常に多いのでね、こういったイメージで指すのがとっても大事です。で今のがね振り飛車側からの視点でありまして、居飛車側からのね視点としましてはまさに逆ですよね。まともなさばき合いでは玉の硬さにね差があるので、工夫していかないといけないといったわけでですね、本局はこの時にですね、4四歩同銀に2四歩同歩に2二歩というのがね、それがまず今回の工夫なわけですね。本来は4五歩と打ってどんどん攻めていきたいんですけれども、まともなぶつかり合いでは、繰り返しになるんですけど、美濃囲いが硬いと。ですので、ちょっと再考しながらね、まともなさばき合い、少しでも優位なさばき合いに持っていきたいというのはこの2二歩ですね。同角と取れば2四飛車と走って、これはね居飛車としても嬉しいですかね。先ほどの形と違って振り飛車の角が使えない状態で飛車がさばけますから。でここで5五歩という手もやってみたい手なんですけれども、2一歩成となりまして、5五歩の5六歩の時に4五桂とね、この手が嫌な手なんですね。ちょっとこれ対局編の時に口頭でちょっと言ったんですけど、この桂馬を剥がすことによってこの角は宙ぶらりんになるんですね。で桂馬を飛ばれると、これ同銀ですとねこの角で取られて、これも振り飛車側もね結構駒持ってますから、すぐ負けちゃうということではないんですけど、ちょっと辛い格好かもしれないですね、馬を取られてね。ですので結構ね2二歩っていうのは鋭い手でしたね。5五歩と突きたくなるんですけど、最後ね4五桂と飛ぶ手が振り飛車側としては嫌な手なんですね。ということで同飛車と居飛車の手に乗って指しました。ここで4八飛車だったんですけど、4五桂と取ってもあったと思うんですね。4五桂ならば同銀と取ってしまって、本局ともねちょっと似た変化になるんですけど、角を交換すると同桂で手順に銀に紐がつきます。同銀ならば角を交換して同銀。
この時にね銀桂交換で、居飛車側のね振り飛車側駒損居飛車側の駒得なんですけれども、歩がないのが大きいですね。4二飛車と、これが気持ちのいい手でね、こういう手をね振り飛車させると気持ちいいですよね。ビュンと回って持ち歩があれば一歩でもあれば4四歩と打たれて飛車が押さえ込まれてしまうんですけど、歩がないのでね、これ銀が下がれば飛車が成られてしまうと。といってこの銀取りを防ぐ何か、例えば4四銀打ちという方ですと、これもますます手がしなりますかね。3三桂のような手ありますかね、気持ちよく。これで銀で桂を取れば銀を取ってね、これはもう本陣の身の囲いが無傷ですから十分ね振り飛車が優勢ですね。ということで実戦はちょっとね4五桂が効かなかったのは痛かったですかね。実戦はこの2二歩同飛車に4八飛車ってもあったんですけど、これだと4二飛車とね実際戻って、これで結構ねやっぱり歩がね0対3、これも対局編の時も言ったんですけど3対0はね痛いんですよね。で、4二飛車に対して4五桂とね、ここで手が止まってしまうとね、4五歩5五歩とかどんどん刺されちゃうんでね、攻めていくしかないですね。4五桂と攻めたんですが、同銀と取りまして、これもね、角を交換してしまうと同桂で、この形になっちゃうとこの銀に紐がついちゃうんでね、なので、同銀と取ったんですが、角を交換しまして同銀に3七角とね、これでね、振り飛車優勢がはっきりしましたかね。銀と桂馬の交換は繰り返しなんですけど、居飛車がいいんですけれども得なんですけれども、この飛車と銀のね関連性が良くないですね。この銀が中ぶらりんで、飛車がねこの銀に引っ張られてるような状態ですよね。繰り返しになりますけど、これが打ててればね飛車がどこか逃げといて大したことがないんですけれども、この銀がもう支えることが非常に困難になっててね、ここはもう居飛車は困りましたね。4七飛車と浮いても1九角成と取られておいて、次に4六歩という手が分かっていても受けにくいですね。ですので実戦は8六角とね、7五角とね、飛車取りには飛車取りで対抗したんですけど、6四歩がぴったりの一手になりましたね。この角が内側にいるんでね、この角が止めて、これでちょっと手が急しましたね。実戦は4九飛車と居飛車引いたんですが、4八歩と打つのが、当然ながら厳しい手で、同金ですとね同角成ではなくてこの時取られちゃうんですね。これが痛すぎるんですね。こう取られて角を取ると飛車を取られてしまうと。これではあまりにもひどいんですけれども、4八に対してね横に逃げても、こう逃げてもね成られて結局最後銀取られちゃうと。実戦は同飛車と取ったんですが、同角成同銀4五飛車とね走って、これでね銀を取り返したんで振り飛車側の桂得ですね。で4六7歩に2九飛車と打ちましてね、でもただ相手もまた5九銀と粘ってきました。そうですね、ここからが寄せですね。ゆっくり指すなら香車を取っても問題ないですし、角を切っちゃう手もありますよね。ここからのね寄せはぜひご覧ください。4六歩と合わせて、歩を成られてしまってはひどいので同歩で同飛車で、これはね7六飛車という手を狙っています。こうせられちゃったらたまったもんではないですね。ということで先手はね6四角と王手角取りを防ぎつつ出たんですが、もうバサッとね4八飛車成と切っていきます。で同銀、これね飛車を渡しちゃっていいのかって感じなんですけども、この時に6六歩と打つ手がね厳しいんですね。こう飛車がこう睨んでいて、ここにいる駒が金だとそこ歩が打てるんですけど、銀ですのでこの飛車の動きがね止めようがないんですね。で気をつけないといけないのはこの駒ですね。この駒を相手に渡してしまうとこうね桂打たれちゃうんですけど、桂さえなければ美濃囲いはもう無傷ですので、同歩でしたら6七金と打って同玉に6九飛車成、あるいは思い切っていくんであればいきなりバサッと飛車を切って同玉に6七金でもね、先手の方の駒がひどいですよね。飛車飛車角ではとてもじゃないですけど受けがないです。ですので実戦は4七角とね、飛車取りながら金取りで非常に粘り強い一手ですよね。ただ、6七歩成と攻めまして同玉に一回ね飛車をどっか逃げてもね飛車こう納得とかでも優勢なんですけども5五桂と決めに行きました。これは王手角取りですので同角と取るしかありません。でこの時に同歩ですと飛車取られちゃうんですけど、先にね王手で6九飛車成とね豪快に寄せていきます。
これも王手なのでこの瞬間桂馬打てないですね。ですので同角と取るしかないんですが、5五歩と戻しまして、先手の方もね非常に最善の頑張りでね、一気に詰む形じゃないんですけども、王様はね露出してこの美濃囲い対このバラバラの形ですからね、先手が後手がねはっきり優勢です。で実際はこれで、7七銀とね上がったんですね。ただ7七銀に対してここで4五角がね強烈な一手ですね。この小瓶を狙ってここに歩がいるんでね、ここで桂馬を打つわけにいかないですね。桂馬では同歩で普通に攻めれます。で王様は下がりまして、そうですね、ここからですよね。もう王様鉄壁、自分の王様を鉄壁っていうことの先手のさんもねかなり弱体化して駒がある、材料がもう整った状態、ここからいよいよね、勝利の着地になるんですけれども、こういう時にね、考えるべきことはこの王様をねどこで捕まえるかっていうのをね意識を強く持つことですね。相手の王様をどこで捕まえるかっていうのを意識しないと、むやみに王手するとどんどんねダラダラと逃がしちゃうってことにつながりかねません。第一感ね誰でもここに金打つと打ってみたいんですけれども、金を打てばもちろん4七玉か4九玉でこう逃げられるわけですよね。で逃げられた時になんとなくこれで例えば銀を取るとかではなくて、逃げられてじゃあこの王様を例えば何かね2六金とかここで捕まえるよっていう感じで指すなら一理あるんですね。ただなんとなくこう打ってねなんとなく攻めていくっていうことをやってしまうと王様をどんどん逃がすという結果になりかねません。本局私はこの金を打たない方がよりいい、逆に言うとこの王様をここのね5八の地点で寄せようということで桂馬をね取りました。この桂馬を取った手というのは、こちら側を馬で制圧して、実戦6四桂という反撃が来るんですけど、馬でこちらを食い破っておいてここで3八銀と組み立てとしては王様を逃さずに銀と馬で挟み込んで寄せるよっていうプランを立てたということですよね。形勢がいい時でもやはりどうやってね王様を寄せていくか、こう追い詰めていくかっていうことを考えるのがとっても大事ということです。で7二桂成同金7八銀とね、先手の方も最善の頑張りですよね。で馬をとねこっちの銀はもうこう解除しにくいのでこちらのも解除に行ったんですが、ここで6五桂とねこのねなんていうんですかね、火を絶やさないようにじゃないですけどこう種駒をね消さないように攻めていくのがとっても大事です。これは馬を失っても馬の代わりに今度は桂馬が参上するわけですね。そうすると挟み撃ちの形が続くという感じでね、こうやって駒をどんどん増やしていくというのが攻めるポイントでもあるわけですよね。もちろん9九馬のようになっててもいいんですけど、こういう手ですとね駒を補充して先のプランがあればいいんですけども、ただ駒を取るだけだとこの後どうしようかってことになりかねないのでね、こういう時は種駒ね攻め駒を増やすよっていう手ですね。実戦は6一飛車と打ったんですが、7七桂成と取りまして、これはちょっともう受けがないですね。同銀と取っても今度は馬取りでもないですかね、6九銀と4九銀と打って詰みもありそうですね。桂馬を打っても詰んでいきそうです、駒があるんでね。実戦は8九銀とね馬の方を取ったんですが4六桂と打ちまして、でこの局面で、先手の方の投了となりました。これはね攻撃態勢が見事に決まりましたね。行ける場所が5九しかないんですけれども持ち駒に金を持ってますので4九金と打って詰みということで投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたしました。今回向かい飛車ということで振り飛車ということなんで、振り飛車のねさばきを皆様にね解説させていただきました。振り飛車という作戦はね美濃囲い非常に硬いので、いかにね飛車角銀桂をねさばいていくかっていうのがね本当勝敗に直結します。そういったあたりを繰り返し見ていただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。